どうもこんにちは。リーダーショップトニック店長の村井です。今回は特別企画の司会進行役ということで出演させていただきます。ありがたいことにですね、リークインボックスの YouTube 登録者数7万人突破しました。ありがとうございます。今回は登録者数7万人突破記念の動画ということになります。題して、プレベ派対ジャズベ派 GIB スタッフ激論よっでは早速スタッフを紹介していこうと思います。こちら側から順に自己紹介軽くお願いします。3度の飯より JB リークインボックス横浜副店長の山地です。お願いします。3度の飯よりって言ってましたね。言ってましたね。本当ですか？本当ですね。食欲を超えてくる。これないんですか？逆に、プレベ派の人は。初めて買ったベースもジャズベース、2本目もジャズベース、今もジャズベース使ってます。キッキンボックスの寺尾です。ずっとジャズベース。いや、ずっとは嘘やろ、言い過ぎやろ。そうです。虚偽の発言が出たということでね、早くも。今日はプレビュー愛を語るために横浜から横浜へ来ました。どうも、リキボックス岩井です。いやー。はいはい徒歩5分ぐらいでしょ。もっとあるわ。駅のさ、そういや、バレる、住所がバレる。個人情報がね、漏洩してしまい。プレベは実家です。リークインボックス横おー浜、石川です。よろしくお願いします。実プレベ住まいだったら、プレベただ実家に置いてきた人って。プレベが実家です。日本語下手すぎだろ。確かにということで、以上のですね、プレベ派2名、ジャズベ派2名で、これから様々なテーマでですね、激論を交わしていこうというようになっております。では早速本編行きましょう。どうぞ。最初のテーマは、初心者におすすめするなら、ジャズベはプレベというテーマで話していただこうと思いますが、どうでしょう。ジャズベのお二人、まず聞いてみましょうか。普通にジャズベじゃねっていうまあそうね話があって、やってください、とりあえず。初心者におすすめできるポイントが、プレベに比べてありすぎる。何個か挙げていくと、ネックが細い。ピックアップ2つある。今の音楽で使われているのは大体ジャズベなんじゃないかと。っていうところですかね。シンプルにプレッションベースの進化系ですから、新しい方が良くないですか？ iPhone あるのにガラケー買おうとしてるのが違うだと思います。iPhone とガラケーぐらい違うよ。ここにおいてはなんか激論っていうよりかは霊障系ではある。嫌だなぁ。普通にジャズベでしょ。普通にジャズベじゃないっていう。新しいの買うっていう割には、プレベのヴィンテージみんな買いたがりますよね。なるほどね。結構そこに戻るんじゃないかと。初心者におすすめするですね、そうなんです今今回はね議論うん一旦ジャズベですよねっていう前提をもとに、プレベの意見。二人は接客してて、お客さんに一本目のベース、何がいいと思いますかねってやっぱ言われるじゃないですか。ジャズベって言うんですか？言います。だからその押し付けはしてないですよ。だから、いや、ジャズベにした方がいいですよっていうよりかは、内容とか聞いて、お客さんに合うやつを選んでますけど、希望がないお客さんとか、あんまりベースのことそこまで詳しくないとか、音楽もあんま聞いてないっていう人には、ジャズベはおすすめしてますね。対してこだわりなければ一そういうこ旦とですね JB をおすすめするってことですかね。多分、この世の楽器屋さんに行くと大体そうされると思います。この世のこの世の。主語でかっ。この世の楽器屋さんの大体ジャズベをされるんじゃないですか。だからこの議論に関しては相当主語でかくしてもジャズベース買ってますからね。なるほどね。ちょっと今かなり JB 派の強気な姿勢が出ましたけど、プレベ派はそれに対してどうです？正直まあ、ジャズベ、プレベ、どっち選んでも正解と思うんですよね。ジャズベース、プレッションベースって、今のやっぱりベースの中ではスタンダードじゃないですか。やっぱそれ以外のベースを進めるのは、やっぱりちょっと難しい。難しいっていうかまあ、初心者ではなかなかね、よっぽどの思想がない限りは、ジャズベ、もしくはプレベをお勧めするのは、すごくいいと思うんですよね。その中で、僕が思うのは、圧倒的には、い。プレベを聴いてる女の子は可愛い。特にの話に持ってきた。特に、黒に白のピックガードのプレベか、白に黒のピックガードのシドビシャスみたいなプレベを下げ気味でちょっと弾いている若い女の子は可愛いので、俺はプレベがいいと思います。まあ、それは、ある。わかる。初心者の子が来たそうそうそう。時に、そうそうそうね。だからね。あで初心者の女の子がこの動画見たら、そのベース買いづらくなる。ーなんなら、ちょっとプレベの売り上げ下がるから。プレ界隈にはこういうキモいおじさんがいるんだみたいな。プレベはまず、ボリュームとトーン、シンプルなコントロールっていうのはいはいはいは、初心者の方からすると迷いにくい。うん基本的にフルテンで使えば間違いない音で。あとは、正直プレベの方が最初弾くのはむずいと思います。練習になるのは僕はプレベだと思います。
はい。なるほどね。なるほどね。先に太いネックにある程度慣れた方が、後にジャズベを持った時に、はい。っていうのもありますし、はいジャズベタイプだとこうミッドがスクープされて整った音に傾向としてなると思うんですけど、プレベってミッドがすごく出る。ニュアンスがつけるのが難しい。より表現力もはい身につけやすいんじゃないかっていう視点ですね。そうですね。はい。こういうことですよ、東大って。かなり石川くん、んカウンターとして良かったんじゃないかなと思いますが。結構食らいましたよ。食らった。どっちかっていうとジャズベースは初心者の方に手を差し伸べて弾きやすいですよ、メジャーですよっていうところで試練を与える側の視点はなかったので、まあ確かにとはいえ、聞きやすい方が良くないですかうんっていう。太いネックに慣れといた方がいいっていう話だったと思うんですけど、ピックアップ2つあるベース多いんで、ピックアップ2つある方に慣れといた方がいいという可能性も確かにね、否めない。なんか言ってることがネック太い方が試練になる。コントロールは単純な方がいいって。プレベに細いのもありますか？ネックがそうですあね。もうじゃあそれ言わなかったんじゃない今。全部で勝たなくていいですから。初心者にはね、ジャズベなんじゃないですか。結構ジャズベ優勢で感じてるけど、そろそろ岩井さん何か反撃欲しいです。初心者の方とかがどんなのが好きかによりますよね。例えばそのパンクロックとかメロコアとか、でああいう音楽ってやっぱり結構プレイで合うと思うんですよね。そういう音楽をしたいからベース始めましたっていう人はやっぱり一定です多いと思うんですよ。まあそういう人にはやっぱりおすすめはできますよね、プレベが。弱いな。弱いな。それはそういう人もいる話であって、弱いな進めやすいのはって話じゃない。ディベート的にはね、弱いそうですねな。と今の両者のね、主張、私がちょっと中立として聞いた感じでは、石川君の意見は割と一理あるなと思ったんだけど、なんやかんや、やっぱジャズベースの方が優勢だったように感じましたね。初心者に進めやすいベースはジャズベなんじゃないかということで、一旦結論でいいですか？いいと思います。それは言えばプレベを選んでも正解ですよね。もちろんもちろん、いやもちろんもちろねん。あくまではね、店員視点でいう進めやすさでしかないですからうん、それは皆さん最初に聴いた楽器を買うことに間違いはないということでね。では、次のテーマいってみましょう。どうぞ。次のテーマはですね、他のバンドメンバーに好かれるのはジャズベオアプレベという議題でございます。なるほど。今度プレベ派から聞いてみようかな。プレベはプレベにしか出せない音ってあるんですよね。圧倒的にあれがハマる音楽があるんですよね。それが好きな人ってやっぱり一定数多いと思うんですよね。同じような話を。僕店頭でギタリストの方もよくご来店いただくんですけど、ベース欲しいってなって結構プレベ買っていく人多いです。ギタリストの人は。なんでなんだろうな、それ。なんか僕的にはギタリストが思うベースっぽい音っていうのはプレベなんじゃないかなと思うんですよね。プレベとジャズベってプレベの方が生々しいじゃないですか。ジャズベースの方が無機質なスッキリした印象があるんで、そういう有機的なとこにギタリストは惹かれてプレベ派が多いんじゃないかなって勝手に思ってますけど。村井さんギタリストじゃないですか。はい。どうなんですか？これね、圧倒的に P なんよ。おー圧倒的なんですね。圧倒的に P ですね。なんか理由とかあるんですか？ P の音ってマジで P じゃなきゃ出ないじゃないですか。やっぱ唯一無二感とか、そういうところで P いっちゃうな。ピーちゃうな。いっちゃうな。いっちゃうんだ。 P いっちゃいますね。実際使う頻度で言っても、僕 JB 多分あんまり多くないですね。P とそれ以外が多いです。ギタリストは、まあ、弾くっていうところで言う、 P の肩持ちすぎです僕。いや、肩を打つっていうか、ギタリストは多分スラップしないんですよ。それがあるからプレベの方がかっこいいと思ってるんじゃないかな。演奏する側の視点ですけど。ギタリストスラップしますよね。確かに。だってギターにはまず早弾きがあるからテクニカルなことを割としたがるのはあると思う。むしろギター上がりでイナタイプレイとか少ない音数の人の方が俺少ないとだと思うな。軽音でギタリストにベース渡してめっちゃ弾かれるのムカつくもん。割とすんなりできるみたいな。でも結構ね、ギタリスト私はみんなスラップしますもんね。スラップはしがちではあると思う。プレイヤーの友達とか、制作事務所とか、シンガーとかからプレベ指定って一定数あるよねって言われますね。もちろんジャズベ指定もあります。でもプレベ指定って一定数あるから、やっぱプレベも必要やんねみたいな話は結構しますね。ジャズベ指定もあるんだ。あります。語源指定もありますし。ここで石川君の僕もなんかいろいろ現場でピック引きすること多いんですけど、圧倒的にプレベ喜ばれますね。ピックはね。ピックはね。そうなんです。て
か思ったんですけど、確かに好かれるっていう観点だとなんか愛されてますよね、プレベって。まあ確かに。確かにね。っていうことを言ってほしいんですよ、そっちから。だから肩持っちゃってる。あえて指定するなら P っていうのはありそうだけどね。そうもう J スタンダードすぎて。まあそうですね。確かに P ってなんか愛される。そうなんですよな。そう、好かれるっていう観点だと P かもちょっと思っちゃいます。うんやっねぱジャズベはクールだもんね。クールです。プレベやっぱなんか可愛らしさもあり、不器用さもあり、いいですよね、プレベって。まあジャズベもいいっすよ。ありがとうございます。すごいすごい。なんか、和解してる。そうはい。なり合っちゃっじゃあちょっとこのテーマに関しては、一旦プレベの勝ちっていうことでいいですか？おお二人は。いいんじゃないですか。いい、うんわかりました。では、バンドメンバーに好かれるのは、プレイベが好かれがちということで、結論出ました。次はですね、最後に1本だけ所有するなら、ジャズベかプレイベ、どっちかという話で進めようと思います。60歳で、最後に、その時にある竿で、1本だけ残して、全部処分してください。死ぬまでその一本。その1本で、あと、キャリア全うしてくださいと。キャリアをね。キャリア。就活ベースですわな。はい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 。はい。その前提として。その前提で進めていこ OK うで。すそれはどうです？やっぱプレベでしょ。プレベやっぱプレベでしょ。うんなんでですか？言ったら言ったら。ダメいいよ、石川さん。持論としてうは、ん62年のヴィンテージのプレベに、フラットワウンドを貼って、うん聴いてるおじさんめっちゃかっこよくないですか？まあめっちゃかっこいいね。めっちゃかっこいい。なんかそれは確かにって思っちゃうんですよね。想像できるもん、自分が60歳になった時に縁側でプレベに縁側縁側なんプで。レベにフラットワンド貼ってスタンドバイミー弾く。縁側とか一軒家持ってるんですよ。まず一軒家、一軒スタンドバイに。とんでもないハードルが今。そのフラットハンドはもう死ぬまで買えないんだもう死ぬまで買えない。ああの渋さにはジャズベは勝てない。ーちょっとジャズベでは勝てないと。ははいい。やっぱラベラ。ラベラで。かなり今、いい意見が出たように思いますけど。むずいっすね。むずい。僕らが60になった時って、健康寿命めっちゃ伸びてるじゃないですか。向こう50年健康な可能性もあるじゃないですか。 110まで生きる的なそね。んな健康な時にジャズベースでスラップできないのがしんどい。まだしたい時期。まだしたい。60でも俺は。なるほどね。 60って今ミュージシャンだとどのぐらいだ？亀田誠司さん61歳。おおジャズベですね。マーカス・ミラーは確かに。 66歳。あいやまだスラップしてますよ。だから、マーカス・ミラーがまだスラップしてるから、そうね僕はジャズベです、まだ。あ。 60でやるんだったら。大先生がやってるならうちらもね、後を追ってやらないといけない。やんないといけないです。60っていう前提だったら、まだジャズベース戦いますね。80とかだったら、きつかったかも。まあでもそれで言うと、60でまだいける、80できついってなったら、それが見えてる時点で、じゃあプレベなんじゃない？なるほどねあーいや、その衝動を抑えられないっすね。20年後を見据えてスラップしませんはちょっと難しいっすね。 60歳はまだバルトリーニのプリアップ入れます。じゃあジャズベってことでいいですか？最後の一本は。全体的に幸せの総量としては、おジャズベースなんじゃないかなと。なんだ幸せだその死ぬ間際に聞いてるとしたら、プレベの方が幸せそうなんですけど、死ぬ間際ゾーン二次までの。関数的にやっぱりはいはいはいプレベが幸せが上がってるけど、うんジャズベースはずっと高水準な気がします。なるほどね。確かに。 60歳でケン・スミス持ってないのはかっこいいよ、やっぱり。これはケン・スミスでいいんじゃないかな。結論結論。なるほどねう。んじゃあ、最後に一歩所有するなら、ケン・スミス。どうなんだろう、これは。ケン・スミスということで、ケン・スミスの何かでまだ揉めそうだけどな。確かに。ちょっとこれは難しいな、でも。年齢設定で変わりますね。うん60だったらジャズベース。80だったらプレベじゃないですか。でも60のプレベですね。この意見になると、途端にプレベがなんか優勢になるのもろいですね。ねもしくはケン・スミスが。ケン・スミス、急なケン・スミスの代表。最終プレベの可能性もありますよね。だから納得感がすごいある。まあ、最後はプレベかな。60だったらで粘ってたもんね。そうね。 80だったら無理なんでしょ。無理っす。無理ってことはないかもしれないけどね。無理っす。だからマーカス・ミラーさんがどこまでスラップしてくれるかにそうねなりますし、彼次第よ、あれ。マーカス・ミラーがジャズで置くまでは。僕まではマーカス・ミラーってプレベ持ってないよな。持ってんじゃない持ってはいるんじゃないでもですか。見たことないよ。まあ確かにね。まあないです気まずくて。どうする80になってプレベ弾いてどうするマーカスが。そしたらもうかっこいいすぎよな。もうそれ追っていくしかないよね。うんそうしていくしかないです。ここではね、一旦最後に持つ一本はややプレベが優勢ということで、結論付けちゃいます。イエちょっと多いんですけどねい。やでもこれはなんか面白いっすね。うんうん。 21っすね。やばいですよ。
確かに。そうだね、今のところ、うんテーマ的には今2対1で、なんと、プレベが優勢。いやのジャズベース様が。うちの鹿のおかげですね。本当にそう。まあ、これからね、岩井が、俺さっき県政言ってたもんな。まあ、次ね、かなり岩井向きのテーマ待ってますので。となんやろ。では、次のテーマいってみましょう。どうぞ。このテーマはちょっといただいてるテーマの中でも、激シャバというか、激シャバ激シャバというか、最も俗なテーマをやってるんですけど、はいはいはジャズベかプレベ、モテるのはどっち？なるほどはいですね。完全にプレベでしょ。いや、ジャズベでしょ。プレベでしょ。じゃあ、こうは来れるんですね。プレベでなんかモテたエピソードとか。プレベでモテたエピソード。ああ、プレベでモテたエピソードか。男性、女性でまた変わってくるんじゃないですか。あーいやそうですねそうだね。さっき言ったけれども、女の子はプレベが圧倒的に可愛いと思いますね。それはちょっとわかるんですよね。確かにね。なんでなんやろな。フォルムなんですかね、プレベのフォルムが。可愛い感じの、なんか、まあ見た目は確かに可愛いな。メタルノブ説っていうのがあって、メタルノブだから可愛い。可愛い。女の子がジャズベースのメタルノブ使ってるのちょっと可愛くないですか？そうか。ヤバ性癖の感じがする。そこにフェチズム感じてる可能性はあるんですけメど、タルノブ。女の子ってメタルノブのイメージあるんですよね。なぜか。それはプレベからのあれなのかもしれないね。かもしれないですね。テーマが、なぜプレベの女の子が可愛いのか。でも確かにちょっとわかる気がする。そう、わかるです。カラーも大事ですけどね。さっき言ったシドビシャスカラーとか。プレベってやっぱ下で構えがち。一応ね。あってなるとなんかそのバランス感が女の子が可愛いのかもしれない。ちょっと気だるげというか。プレベ上げ女子ってあんまいないじゃないですか。うんジャズベースはあんまり下げる印象はどっちかというとない。そうだね。ピック引き多い。多いですね。うん多いイメージですね。でそれで言うと、スティングレイも可愛いなと思いますね。可愛いね。あーいいですねってなるとやっぱりなんか対照的なボディのフォルムがうん女性と合うのかなと思いましたね。今回僕たちがどっちがモテるかっていう話ですから、ってことはメンズ目線のメンズ目線で言ったらちなみにどっちですかね。ジャズベースな気がするんですよね。なぜか。まず音がかっこいいもんね。そうなんでいや、すよ。音はプレベの方がかっこいいですよ。なんか芋っぽいじゃないですか。いやいやいや。今なんか語弊を恐れずに言いましたけど。語弊を恐れすぎないで言いましたね。かなりシティボーイですよ。ね都内在住。ビレ23区。ッジ、ビレッジ。 23区。 23区。洗練されたイメージそうです。はあるかもしれない。こちら洗練されてるんで。あーでもなんか男らしいのってプレベじゃないですか。うん。男って感じなのは。まあ今男らしい男がモテるかどうかってことですよね。モテるでしょう。こんな時代だから、マスラオがモテるってこなるほどね。どういうことですかマスラオって知らない？知らない。おいルオ使う吉みたいなやつだよ。雑すぎる。ザ男みたいなね。やっぱベースでモテるってなると、なんか弾いてみたとか演奏を見てかっこいいと思うわけじゃないですか。ってなった時にやっぱスラップが入るっていうのはジャズベースなので、ジャズあるなベースがモテんじゃないかなって。ここに関しては物申したくて。おジャズベイコールスラップっていう風潮ありますけど、プレベのスラップだとめっちゃかっこいいと思うんですよ。いや、かっこいい。あるななんか世の中の風潮的にあると思うんですけど、プレベのミッドがちゃんとしっかりプッシュされた感じで、うんスラップした時の抜け感。そうそうそう。はい間違いないです抜け感抜け感いいね。あれはお客さんの耳に届きやすいんで、ただでさえベースってお客さんからしたらどれかわかんないってお客さんも多いじゃないですか、その音楽やってないとか、そういう人にも届きやすいです。これはちょっと今ね、プレイベでモテてきたやつの確かにな。口ぶりを感じましたね。ぐいぐい言わせてきた感が。やばい。ちょっと俺もプレベで持ってきて。なんかあるかな。探せ探せ。なんかあるかな。プレベとジャズベどっちも使ってる人、ヒナッチとかそうですよね。ひなっちさんな。たまな。やめよう。ひなっちさん、あ、やつだ。使ってると思うんですよ、どっちも。パッと思いついたプレベとジャズベこう均等に使ってる人、あと浜岡本さんとか。はいああ、そうだね。の絵面どっちがかっこいいかだとプレベかもしれない。今その2人だいと、やいやプレベ使ってる時の方がかっこいいかも。あとね、山本蓮君とか。ジャズベかもな。プレベの方がかっこいい。あプレベかも両方持ってるけどな。なんかやっぱ渋さがあるよね、プレベにはね。そうそう。男としての佇まいとして。キャーキャー言われるのはジャズベな気がするな。プレベの方がなんかガチ恋ってことメロいから。ほんまにそう思う。あんまりそう。エロい感じっていうか。ちょっとあるかもしれないですね。やっぱりジャズベの方が俗っぽいもんね。マス向けな。
ジャズベは佐藤健さん、プレベは鈴木亮平さんみたいな。なるほど。マスラオやん。マスラオで検索してる。マスラオ検索で、マスグで。そういう仕草がやっぱプレベにそうそうはあるのかな。これ難しいですね、難しい結論。ですね。むずい。でもなんか話しててちょっとさ、ジャズベ派がたまにプレベ派に来るプレベ派にいや、二人は結局ね、プレベ好きなんでしょ。好きですけど、軸がどっちにあるかっていうね。そうですね。普通ジャズベだろうっていうところからのプレベの魅力はちょっと感じるところですね。しかもちょっとあるのが、結局 JB 使いがマジョリティだから少ないっていうかっこよさもはいはいはいちょっとあるんじゃないかなっていう。あると思います。そしたらまあ、ある種スタンダードな JB こそかっこいいっていう言い方もできるかもしれない。うん。モテるですから。クラスでもあんま喋んないけど、カースト上位にいる、喋らずに喋らずに、なんかボソッと言って、ちょっとウケるみたいなやつが一番モテるじゃないですか。モテるね。それってジャズベースじゃないじゃないですか。そうですね。ジャズベースは体張って、クラス盛り上げてるけど、あんまモテない。あ、モテない。うサッカー部、野球部。ん。野球部、サッカー部ですけど。サッカー部。いや、バスケ部と違くていうとプレベじゃなないるほですか。どな。ちょっと、バレー部とかね。透かしますよね。すかしますね。ちょっと関係ないところ。個人的なあれがある。個人的なもう支援がいてた今。だからモテるって意味ではなんか、プレベな、やばい3-1になりそう。いや、ジャズベースよ。でも今弾いてる感じ完全にプレベの方が優勢だったかなって。それで言うと、プレベでモテるのには、弾く人のポテンシャルもいりそう。ああ、それは確かにあると思う。プレベに似合う佇まいがあればモテそう。う。うんん。ちょっとそれはあるかそれもしれない。はありますね。ジャズベースはスラップパジコンといけば、キャーってなるんで。キャーってなるんで、簡単ですね。モテやすい。そうモテやすい。プレベは演奏者依存が強いんですよ。なるほど。ジャズベースは楽器のパワーが強いんで、なるほど。モテるために選ぶのであれば、ジャズベースなんじゃないなるほどね。最速で彼女作りたいな。そういうことそうベース買ってスラップしとけばすぐ彼女じゃあでもそれけど。それはすげえ一理あると思いますわ。うんさすがですね、山根さん。いい大学、いい大学行ってるわ。中退しとんねん、俺。言ってはいるからな。言ってはいるから中退しとんねん。今の意見かなり正直いやよかったな。いいですねうん。皆さん、最速でモテたいなら、ジャズベ。いずれめっちゃモテたいなら、プレイベ。そうですね。ということでね、一旦このテーマ、これで勘弁してくださいってことでいいですか？引き分けってことです。引き分けドローでいきましょう。でもやっぱ女の子は、これ女の子はプレベの方が可愛い。そうですねうんそれは満場一致でしょ。いいと思います。いいと思います。いいと思いますが、女性の皆さん、全然ジャズベースでもね、素敵ですから、迷わずジャズベが好きという方まあ、は、ベース自体がモテますからね。そうですね。前提として。そうですね。ショート動画でもね、どのベースが乗ってるかってやつね。いや、それはベースですよ。背も高いし、肌綺麗だし、性格はいいし、几帳面だし、真面目だし、遅刻しないし、まあもうそれは全てにおいてベースが高いしね強いわけね。本当はベースです。まあ、うちの社長がね、ベースって言ったんでね。総意として。会社の方針とか。会社の話としてはもうベースが一番まあ、ベー持ってるんでス専門店はそういうしかない。一旦ここで、ジャズベ対プレベという、そういうテーマは終わりになります。では、ここからはですね、ミニテーマということで、いくつかいただいております。ごめん、ちょっと待って。ごめん。ちょっとポジションおかしかった、俺の。ここからはミニテーマをですね、いくつかいただいてますので、そちらについてお話しできればなと思います。最初のテーマ、ベース専門店の皆さんは、最初の一本に何のベースを買いましたかという話ですね。なるほどね。ちょっとじゃあ山地さんから。中学2年生の時に、イオンモール和歌山の島村楽器さんで、フェルナンデスの赤いジャズベース買いましたね。フェルナンデスいいですね。まあ、その時はジャズベプレベの知識はなくて、赤いベースが欲しいな、でジャズベースでしたね。赤いベースがいいっていうのは何かあったんですか？多分その時赤好きだった。ああ、中2ですもんね。やっぱ中に赤好きっすよね。赤と黒と金。そんなことないか。赤好きだったんで。はい。まあ、一旦赤いベース。そうですね。じゃあ山地さんはフェルナンデスの赤いジャズベということで。でした。はい。寺尾くん、どうでしょ僕は中学3年生の時に、石橋楽器横浜店、近所ですね。ずっと横浜なんで、フェンダーのジャパンエクスクルーシブのジャズベース、白の、買いましたね。ジャパンエクスクルーシブって多分ね、ちょっとマニアックなんですよ。うんフェンダージャパンとはいメイドインジャパンの間にちょっとだけなるほやってた、ややメイドインジャパン寄りの時期なんです。数年しかやってないんで、ちょうどその時に買いましたね。白のジャズベース。いろいろあるんですけど、音楽始めた理由。でもなんかベースはフリーなんですよね、僕の中で。う？はい。フリーっていうのはレッドホットチリペッパーズの。そうです。はい当時、僕
僕が見た時ってなんかシルピンクのジャズベースを使ってたんですよ。スタックのやつスタッね。クの別光の多分うんそれが多分僕は白に見えててもしくは白のジャズベースだったのかな見てそれが欲しくてはい買いましたね。あと軽音のミオちゃんがジャズベース使ってた。これガチです。世代じゃなくないね世代じゃないです。でも漫画持ってますよ。原作原作漫画持ってます。みーちゃんレフティーやんか。レフティーで、龍馬左利きやんか。はい。レフティーいかんかってんな。確か引きづらそう。みおちゃんもミオちゃんもに。みおちゃんを見てて。引きづらそうだなみおちゃんがちゃん修学旅行の嵐山の楽器屋でうんレフティーフェアやってて、うんめっちゃ喜んでるシーンがあるんですよ。を見て、あ、レフティーってそんなないんだって思って、はいはいはい生きにしたってことにしといてください。なるほどでもはい、きっかけがフリーとみおちゃん同時なんですよどういうこと稀だね。最初にコピーしたのアチカンスかな。新しい要素が入ってきた1本目でフェンダー行ったってことそう、親に買ってもらいましたね。ジャズベでやっぱり来てるわけですねもちろんはい、ここももちろん。はい岩井さんどうですか俺は小6の時に、早い地元の楽器屋でアイバディーズの SR を買いました。え PJ の。イメージと違うっすね。うんお年玉で買ったんですけど、3万しかなかったんですよね。うん3万で買える選択肢が、まあ、その楽器がアイバディーズか、多分それなんですよ、多分な。ぐらいしかなかった、はい何の楽器の知識もなく、こっちの方がいいんかなと思って、それ買いましたね。感覚というか感覚っていうか楽、器から出てるオーラでまあそうやな。 JB、PB ともなんとも言えない感じの。そうですね。多分ボディちっちゃいですよ。ボディちっちゃくて24フレで、色は青に周辺に黒にバーストかかってるようなやつ。あるですね。この話面白そうですね。初心者ベースある。中学入ってもあれ弾いてて、高校入って、まあ、知り合いからフェンダージャパンの JB6 に譲ってもらって、まあ、ジャズベなんですけど、使ってましたね。じゃあ1本目はとりあえずアイバニーズの SR そうですね。まあいい選択肢だと思いますけどねいいね石川君どうですか僕は中学2年生の頃にお茶の水に行きまして、アッシュメープルのバッカスのジャズベを。へカラーリングがメープルシマンなんで、そのままで、ボディが黒で、ホワイトパールのピックガードを買いました。当時、フランプール流行ってて、鼻になれのあ、そうです。ベースの方が使ってたのが同じカラーリング。へーちょっと間違ってたらごめん、サドウスキーだったと思うんですけど、は楽器屋さんで見かけた時に全く同じ色だ。はい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 一目惚れしました。フランプールに憧れてベースを始めてんな。そうなのね。そうでよかったのね、今のは。そうです。そうです。ブランプのベースの方と同じカラーリングがあってそれが良かったっていう感じですかねそうですね。アッシュメープル一発目ってちょっと渋い感じもしますね2本目アッシュメープルだったんですよ。アッシュメープルで、はいナチュラルで、はいブロックバインディングで、はいはいはいアクティブ。はいマーカス・ミラーっていう衝撃がベース始め完て、全にそうですよデフェねンダーそれ。いや、クルーズだったかな。クルーズのジャズベース買って、なんかそんな高くなかったんですよ、当時。はいはい買えると思って。それまだ持ってるんですか売りました。売って、はい次フェンダーのアメリカンデラックス買いましたね、5弦の。はい最初の1本目残ってます、みんな。凝ってます。ないですね。僕も残ってますね。残ってる残ってる。結局なんか売っちゃって僕新しいのに買い替えちゃったんですけど。後悔してるんですか別に。いや、多分後悔する日が来るのかもって。あ相当エモいですよ。そう、だって思い出的にね。浦井さんの1本目は。あ、そう、タモンか。でもだけどあれ K ニューイのベースなんですけど、一回はいリペアショップにはい持ち込んだ時にはいボディ材がはい多分これタモだぞみたいな、タモ村井家に村井家代々引き継がれてるベースなんですよ。売ります。売ります。カホカホいいんですか？はい。だけどあれ継承だから買ったやつはアトリエのフレットレスですねおもろ。まあタモがもうあったから3シングル初めてのベース購入がアトリエのアトリエのフレットレスでしたまあ JB なんやな、だから。そうそうそうおもろ。ナチュラルのやつそれギタリストじゃないっすね。指板がコーティングされてるさフレットレスってめっちゃかっこいいじゃんかっこいいですね。それめっちゃ欲しかった時期だったんですよね。ということで、1本目は皆さんこんな感じでしたね。じゃあこの流れでですね、最初にコピーしたベースの曲聴いてみようかなと思います。次じゃあ石川くんから。僕は、ベン・イー・キングのスタンドバイ・ミー。うわー、ど真ん中というか。教則本に絶対あるやつね。そうです。一番初めにコピーしました。いいですね。なんで多いんですかね、教則本とかに。なんかメロディーだし、うん。ポジション動かないから楽なんですかね。運指が綺麗にできるんですね。
基本開放弦で交えて弾く？いや、いや、あ、違う。多分ベでもねー、ス。教則本には交えてた気がする。あーその一番簡単にする。はいはいはい。僕、高校の時に軽音部で入部テストあったんですよ。テストそうそう。厳しい。で、入部テストの課題曲はスタンドバイミーなんですよ。その先生には、あれがすごい虫の勉強になると。ベースはね。あとはそのフレーズが割と歌ってるというか、ルート弾き淡々とやる曲よりは、そうある程度動く曲の方が、ベースの楽しさっていうのがこう分かりやすいっていうのもあるかもしれない。岩井さんの1曲目っていうのは、 12歳の時に、ティー&マリーの小さな頃から、ずっとルート弾きやからな。で、もうミドルテンポやから。しかもピック弾きじゃない？ジュディマリって。そう、でも指弾きでやってた。へおすすめです、初心者にはあれは。寺尾くんの1曲目は何でした？アジアンカーフージェネレーションの遥か彼方。ナルトのオープニング。ナルトのオープニング。あー中任試験の、最初の方、多分ロックリー出てきたてぐらいのはい、オープニングだった気がする。ベースイントロじゃないですか。だからそこなんですよね。あとはメリッサ、鋼の錬金術師。はい。多分ドントセイレイジーだったと思いますよ。アニソン入りってことはアニソン入りですね、うん結構。めっちゃ練習しましたね。モテたくて。ジャズウェイで。ベースで、ジャズベで。まあでも最初は、あれかはるか彼方でね。山井さ僕はベース買ってもらってすぐにヤマハの音楽教室に入ったんですよ。なんか大人の音楽教室みたいなくくりのやつがあるんですけど、ん。はい。週1、30分の。ここでなんか年に2、3回その教室内の人たちで組まされて好きな曲やるみたいなのがあって、そこで一番最初にやったのが世界の終わりの眠り姫でしたね。ベースかっこいい曲みたいな感じのスタートではなかった。うん。好きな曲。そう、好きなバンドの曲をやった。はい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 。ヤマハ行ってたんですね、山地さん。ヤマハ入ってたんですよ。意外な一面が。意外っすは習ったことある人ってどれぐらいいます？僕、一回もベース習ったことないんですよ。あります？僕は始めてすぐ島村楽器横浜はい。店でレッスンやってて、そこ通ってました。週1回30分。あ、そんなもんなんだ。すごいためになったっていうよりかは、継続するためのはい。ルーティン作りみたいなとこはあったんですね。まあ、挫折を防いでくれたみたいな。そうそうそう大事ですよね。何から始めたらいいか分かんないじゃないですか、そうですね割と楽器って。質問できる人がいるっていうのは。まずはこれからこう出してもらえると続けやすいというのがあります。僕はあれなんですよね。まずベース始めたきっかけが、友達がドラムをやり出したんですよ。やり出したその経緯っていうのが、軽音部上がりのお兄ちゃんが張り紙貼ってて、なんかドラムを教えますみたいな。面白そうと思ったみたいで、友達がそこに行き出したんですよね。教会みたいなところで、パッドとかでなんかドラムやって、なんか楽しいみたいなやったと聞いて、何それ俺もやりたいと思って、でもなんか一緒にドラムやるのちゃうなと思って、じゃあベースかなと思って、で、その友達がお兄ちゃんに、友達でベースやりたいってやついんねんけど、ベースも教えれるってそのお兄ちゃん言ったら、昔やってたから教えれんで、みたいになって、ほんで、その友達と一緒にその教会に行って、で、お兄ちゃんにそのドラムとベースを教えてもらうみたいなのを週1ぐらいでやってて、遊びの延長みたいな感じですかね。それですね。なんかいい思いですね。後日談やねんけど、まあ、そのお兄ちゃんが、まあ、いろんなことがあって、上京すると。でも上京しても、まあ、ちょっとプロで食っていけへんかった時に、どうしようと思った時に、あの時、俺たちにベースとかドラムをしてた、あの日々楽しかったなと思って、じゃあレッスン業務してみようと思って、レッスンを立ち上げたら、今それで成功して子供を飼わしてるから、思いですよね。なんかちょっといい話でしたね。そうそうそう1曲目に何の曲をコピーしたかっていうのは、まあ、こんな感じでした。次、ベース選びで大事だなと思うところ。いや見た目じゃないですか。見た目ね。ダメかも。ダメだよなぁ。それで言うと、見た目の好き嫌いはそれぞれあると思うんで、僕的には自分が今持っているものとスペックないし見た目が違うものが欲しいなって思いますね。被りを気にすると。塗装かっこいいやつって音良くないですか？結局見た目良くて音悪いやつってあんまりないみたいな。そう、印象があるんですよ。うんそれで言うと僕結構音の比重多分大きいタイプだと思うんですよ。音で選ぶっていうか、大概見た目を気に入ることが多いなっていう印象はあるかもしれない。私持論ありまして、見た目がかっこいいと思う楽器っていいんですよ。っていうのも、見た目がいいと思った楽器を作っている人がいると。ってことは、その見た目の好みが似ている。っていうことは、サウンドの好みも似てるんじゃないかっていうのがあって、なんで見た目で選ぶと、結果としていい音に出会える可能性も高いんじゃないかなとは思いましたね。見た目好きだから、ちょっといい音に聞こえちゃったりはいはいはい。あるでしょうあるし、見た目好きだから、プレイヤー側がこう、ベースが出る音に寄り添ってあげようっていう気持ちにもなるのかなっていう。やっぱり見た目なんですかね。満場一致で1位は。もう音か見た目じゃないですか、正直。石川君これしかないもんな。そうですね。見た目の流れからいくと、人と被らない。はい。っていうのを結構重要視するかもしれない。でも四角結構スタンダードなカラーがね多い気がする。あ、その
メーカーでそのカラー。ああ、なるほど。ああ、ねとか。はいはいはい。僕、前の動画出させていただいた時に持ってきた G7 の黒のジャズベースです、はい。G7 で作ってるジャズベタイプの初めて黒使ったんですよ。もともとギターではブラックビューティーっていうカラーを使ってたんですけど、今までベースではなくて、じゃあ1本目作りたいですってブラッ言って、クビューティーってジマーソンですよね。レスポールのああ、そうなんだ。ベーシストすぎたな、こっち。 G7 は結構レスポールタイプも出してきたそうなんだ、ブラックビューティーってあるんですね。勉強になりました。そのカラーをそのフェンダータイプに使ってみたらどうなるかっていう。あ、だからピックガードのあそこ、金色なんですね。そうそうそうあれって。しかも、あ、なるほどね。あれ、レスポールのバインディングっていうか。そうそうそう。で、カスタムっぽさと、あと、ツヤ感もなんとなくね、普通の黒っていうよりは、ちょっと半ツヤっぽい感じは、レスポールカスタムっぽい。ジェマーソンの50年代、昔黒いんですよ。62のプレベ使う前って、メイプレシバンの50年代のプレベ使ってるんですけど、それブラックビューティーって言うんです。確か。ジェマーソンも言ってるだけじゃないの、ブラックビューティーって。パンクマシンと一緒で。あ、そう。だったはず。ブラックビューティーだった気がしますね。ジェマーソン66持ってる説が密かにあって、たまにラウンド指板なんですよ。何でわかんのそれ。深夜とかに、あ、ジェマーソンの写真見たいなって思うじゃないですか。みんな思うじゃないですか。あ、ジェマーソンの写真見たいなと思って調べたら、俺、ラウンド指板じゃねってなって。その角度の写真あんま想像つかない。ていうか、龍馬プレベ大好きやん。僕、確かに。っていう話が。まあ、見た目がやっぱり大事っていうのは共通認識というか、見た目みんな思ってることで、見た目の次で言ったら、音なんですよ。音。あと軽い。重量。重量結構大事かもしれないですね。普通に価格ってなんですけどね。まあ、それは断然ですね。まずそこ決めるじゃないですか。僕、状態です。中古だったら。中華だったら状態です。状態。というわけでですね、いろいろお話ししてきましたが、動画をご覧の皆さん、いかがですかね。もし、僕らのお話に対して、もっとこうだろうとか、いやいや、それはおかしいだろうとか、ふざけすぎだろうとか、なぜか、スタンダードであるはずのジャズベースが、今回負けてるんで、コメント欄で、確かに総評出して、ほら、ジャズベやろっていうのを、まあ、一旦勝ち得たいっていう。今4人の議論ですからね。そうです。ねそこの偏った思想の4人の話ですから、皆さんの意見を聞きたいですね。ぜひぜひコメントをお待ちしております。ということで、本編は以上になります。この動画のメインになるかもしれない小話のコーナー、行ってみましょう。昨日、サンダーキャット見てきました。ああ。はい。ここと。声がめっちゃいいです。声めっちゃいい。すごいそれいいっすね。思ってる5倍ぐらい声いいですよ。いい声してた。天性のね、そうですね。シンガーであり、コンポーザーであり。場所はトヨスピットです。トヨスピットうんポケモンカードみたいなのくれたし。退場時に追いかけ回ってる。サンダーキャットが所有している。いや、サンダーキャットサンもダーキャットの。パロディーですね。パロそうそうあ、そういうことそうそうそう。なんで締めつ締めてあげるやつじゃなくて、サンダーキャットがキャラクターの、そう。相当仲いいっすよね、うちらの会社って。いや、わからない。楽器屋ってやっぱ好きなものが共通してるから、確かにある程度確かに、どこの楽器屋さんも確かに確かに。仲いいんじゃないか説は。飲みの時楽器の話あんましないですけどね。知ってるっちゃ知ってるけどしてますお前が特に。そう。でもそんなしてますしかも、酔っ払いと同じことずっと言ってるよ。そうやな、同じことずっと言ずっるな。ってと言ってる。何言ってますルーパーぐらい言ってるの状態。そんなコンスタントなやつ。あるしジャズベじゃねえ。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 何の話します？俺楽器の話してるかな？知ってると思う。してるよ、めっちゃしてる。一番知らんちゃう、龍馬が。楽器とか音楽の話が一番。まあでも音楽は好きっすね、やっぱ。音楽やっぱ好きだよね。やっぱ好きですね。さすがにな。あと、寺尾で言うと、ハンターハンターの面白いとこどこ話。昨アニメの話も結構するね。フリードアイランドでしょ。フリードアイランドでしょ。フリードアイランドでしょ。昨日もしてたっすね。昨日もしました。意外と佐賀さんも結構その話してるよな。圧倒的ありでしょって佐賀さんは。ありがあるみたいな。俺はグリードアイランそうっすよド。俺グリーね。ドアイランド。多い継承戦だろ。いやいやそれだけがなさすぎて、今が一番面白いです。ヨークシーンもおもろい。あ、面白い。ヨークシーンめっちゃおもろい。面白いですね。ダークな感じがな。クロロがかっこいいからね。かっこいい。かっこいいですね。クラピカもかっこいいからな。俺一番好きなキャラクラピカなんですよ。俺もクラピカかもしれない。だから金髪にしてるんですけど。嘘っすよ、嘘っすよ、嘘っすよ。岩井さんが地元帰ったっていう話ありますよね。ああ、そうそうそう。地元帰りましたね。石山ね。そうそうそう。サンドメッセで、関西帰ったんで、サンドメッセ終わってから2日間地元いて。で、サンドメッセでも、佐賀さんも来てたんで、佐賀さんと、兵庫の店長の寺間さんと、あとは取引先と
と一緒にまあ深い時間まで飲んだりとかして。最終的にだってスマホを速攻に落としてたもんね。あ、そうあれもいろいろあってまあ戻ってきたんですけどね。よう戻ってきましたね、それ工場として。何やってんあれ。あれどういう状態だったのそれは。滋賀県まあ帰ってきて滋賀で飲んでてすっごいもうベロベロに酔っ払ってスマホをそこのグレンチングに落としてしまって。グレンチンググレンチングって言われたあれ。グレーチンググレーチンググレーチングっていう。専門用語できた。せっかく速攻で今通ってたのに、速攻突然の金属のやつ。あ、金属のやつ。あ、網網のやつ。網網のやつ。あれグレーチングってグレーチング。網になるの。んで、もうどうしても開かへんくて、交番行って、もうベロベロだけど、開かないんですって言ったら、もうちょっとめんどくさそうにしちゃって、こんなん無理ですよみたいな感じですね。でも取れるよね、簡単に。なんかね、どれ取れるやつ取り合いやつある。そう。もう完全に固定されてんねん。じゃあグレーチングオープナーが引かないってこと？そう。なんか、専用の器具みたいな。なんかボルトでね。そう、専用の器具みたいなのがある。いろいろ調べたら、市役所の道路交通課みたいなところが対応してくれるみたいなのが出てきて、市役所に電話したんですよ。ほんで、まあ2時間ぐらい経ってからかかってきたら、どうやらあそこは、県道ではなく、私ど、指導らしい。私じゃどうしてもできないって言われて、マジかよって、ふと、俺、友達に地主いるわと思って、あいつの土地ちゃうのと思って、で、そいつに連絡したんですよ。んなら、もしかしたら俺の土地かも、みたいになって、そいつと一緒にそこまで行ったんですよ。ちょうど、県道とそいつの土地の間で、ちょっとグレーだこれはってなって、帰って図面見るわとか言って、で、とりあえずまた帰って、で、しばらく待ったらそいつから電話かかってきて、やっぱ調べたけど、あれちょっと県道やわって。で、どうやら、県の土木なんちゃら委員会みたいなのが管轄してるみたいだから、そこに電話してみてんかって。ほんなら、僕たちじゃあれを開けることはできませんと。なんで、あなたたちで業者を手配して開けてもいいですと。その代わり何か壊したりとかしたら、まあちょっと責任になるので、その際はご一報くださいと。業者いろいろ調べてて、おかん帰ってきて、おかんが、長いハサミ取れるんじゃって言い出して、よく行く鳥専門店の居酒屋がその目の前にあるんですけど、そこ行って、長いハサミないですかって言ったら、どうしたんだろう、スマホ落としたんですよみたいな感じで、ちょっと見て、炭取るハサミをバーッと持ってきて、こうやって取ってくれて、取れたみたいな。いろんな人に助けてもらってね、スマホが戻ってきたっていうエピソードですね。長々と何の話してるの？地主のくだりちょっと熱かったですね。地主は特に関係なかった活躍せず、凄まじい回り道したね。そうすごいですね。ハサミで取っただけでよかったですね。はい、というわけで以上が7万人記念の動画でした。記念動画でしたね。実は記念動画なんですよ。ちょっと話もとっちらかっちゃったんですけど、たまにはこういうスタッフ同士で和気あいあいとした回もいいんじゃないかということでね。ではこの動画面白かったという視聴者の方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。お願いします。現在ですね、我々ギークインボックスはギークインボックス横浜店、兵庫店、ソウル、他にですねギターアウトレット横浜と私の所属しておりますギターショップトニーク、現在ですね5店舗やっております。ぜひそちらの方もですね皆さんお気軽に遊びに来てください。またですねプロベーシスト関谷さんをお招きして運営しているベースギークカレッジというコミュニティもございますので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。これマジ大丈夫かな。えい